コンケイクです。今回のテーマは、あなたの動くべきタイミングです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。それでは選び終わりましたでしょうか？今回はフォース集のテーマに合わせたスプレッドですね。と、オラクルカードを1枚使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の動くべきタイミング。その時に何が起こるかというのがですね、あなた自身が自由にですね、いろいろと挑戦できる、活躍できるというところが出ております。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。それではですね、まずは未来。明日から動いた場合どうなっていくかが、ソードの9の正位置です。明日からしばらくはですね、傷つきやすい時であると。負の感情を抱えがちで、やる気を失うことが多いかもしれないですね。ただですね、そういった落ち込んだ状況でも問題自体は解決するようなので、そのこと自体がですね、全てが悪い結果につながるというわけではなさそうですね。ただあなたのですね、メンタルの部分で不安定なところがあるというのがあるので、もしも動くっていう風に考えるんであれば、この明日からっていうのよりはもっと先の方に動くっていう風にした方がいいんじゃないかなとは思います。結果的にですね、解決することがあったとしても、あなた自身が傷つきながら、もっとですね、苦しみながら進んでいかないといけないとか、そういう風になってはいけないのでね、あなた自身のやりやすい時、精神的にも安定してる時に動いていくのが一番いいかなと思うので、まだですね、ここでは休むというイメージでいらっしゃった方がいいのではないかなという感じがしますね。ユニコーンさんもいらっしゃるように、まだね、ベッド、寝床のところからは出てきてないよっていうところ、動くにはまだ早いよっていう風にね、考えてもらうといいのかなと思いますね。まずは自分自身が不安定になってしまっているこの状況からね、脱するっていう方が大事だと思いますし、自分の傷を癒すことをね、最優先するっていうのがね、一番だと思うので、その部分をまず大事にしてほしいですね。ではですね、今度未来の1ヶ月後になるんですが、こちらはペンタクルのキングの逆位置ですね。まだまだですね、この段階でもスキルを活かせないという、諦めが肝心な時ということなので、ここでもですね、まだもう一踏ん張りっていうところなのかなっていう感じがします。諦めないといけないことが出てくるっていうことなので、ここで動いてしまうと、あなた自身があらゆる箇所でどうしてもね、試練みたいなものが起こって、そういったもので、ここは諦めざるを得ないかっていう風にね、なってしまうのかなっていうところがある。あとは存分にあなたのスキル、能力ですよね。そういったところも活かせる状況になっていないようなので、せっかくならね、あなたが全力で頑張れる時に思いっきりね、動いてもらった方がいいと思いますので、この時もね、まだあなたがまだ本気を出さないっていう風にしていいんじゃないかなと。自分はまだ本気を出してないんだと。今からなんだっていう風にね、してもらうといいと思います。もう毎日をね、日々生きるのもね、大変だと思うんですよね。そういったところ、まず日々生きることを最優先にしながら、まだちょっと動かないでいいかな、大きく動く必要はないかなっていう風に思っていただくといいです。それではですね、未来の2ヶ月後、このあたりにはどうなるかというのが、ソードのページの逆位置ですね。うっかりミスがあるかもしれないということで、ここもね、まだなんだかあなた自身の動きっていうのがね、定まってないところなのかなと。完璧にやろうとしてもどうしても穴だらけの計画になってしまう。ということは、
あなたにとって動くためのヒント、いろんな状況っていうのが揃ってないっていうことですね。その状況で動いてしまうと、結局あなた自身の本当に得たいことっていうところがね、しっかりと得られないのかなっていう感じがしますので、もうちょっと待ちましょう。まだまだ待たないといけないのかっていう風になっちゃいますけど、ここでね、焦ってしまうと、あなた自身のやりたいこと、動きたいことっていうのがね、無駄になってしまうっていうこともあるかもしれないので、もちろんね、自分自身はそんなことはない、覆せるぞっていう強い思いがあられる場合であれば、それをね、ひっくり返すっていうのも一つの手かもしれないですね。今ね、こうやって言ってるってことは、そこを対策すれば動けるっていうことなので、こうやって私が言ってることをね、参考にしながら動いてみるのもいいかもしれません。穴だらけの計画っていうことは、じゃあその穴をね、自分で埋めていけばいいんだなっていうふうに考えればいいっていうことなので、決してね、あなた自身、じゃあ明日も1ヶ月後も2ヶ月後もダメなのかっていう風にね、全部を諦める必要はないし、そこでね、自分自身が動くっていうのもね、一つまた未来が変わっていくね、大きな出来事になっていくかもしれませんね。そう。結局人間が強いっていうことは忘れないでください。どんなにね、占いでこうやって占ったとしても、あなた自身のパワーをね、まずは信じてあげる。それはね、忘れないでほしいですね。そういうことは考えながらもね、こうやってお話はさせていただくっていう感じです。参考にしてもらうっていうことですね。では、周囲ですね。こちらがワンドの7の正位置です。歯に衣着せない人ということは、あなたに本音を話せる。あなたも本音を話せるっていうことですね。で、その人っていうのが信念がある人なので、かなりね、あなたにパワーを与えてくれるのではないかなっていう感じがしますね。あなた自身が動きたいことがあるっていうことなので、その件に関してもね、その人を見習って動くとかですね、ヒントをもらうというのもいいかもしれません。かなりあなたにとっては情熱を分け与えてもらえるっていう点ですごくいい人だと思うので、その人をね、しっかり大事にしてほしいです。で、相談もしながらね、動いていくのもいいと思いますし、こっそりね、その人の様子を伺いながら、あなたが真似するっていうのでもいいかもしれない。まあでもその人はね、本音を言える歯に衣着せない人なので、しっかりね、あなた自身もいろいろとこう参考にさせてほしいことがあるとかね、教えてほしいことがあるとか、しっかり正直に言うっていうことがね、大事かなと思います。その方がね、相手も気持ちよくね、対応してくれるんじゃないかなっていう感じがします。では、障害ですね。こちらが魔術師の正位置です。進め方が間違っている。意思表示が弱い。そういったところが障害になるということなので、このあたりはね、穴だらけの計画だとか、能力を活かせないだとか、そういった部分につながってくるのかなと思うので、そこを今、障害になるようなヒントっていうのがそれぞれに出てきたっていうことは、そこをしっかりとあなた自身が対策していけば、進め方もうまくやっていけるっていうことですね。あとは意思表示を強くしていく。あなた自身が控えめで、いろんな人にね、道を譲ってきたとかそういうところがあるのかもしれないんですけれども、これからはあなたが自分の道を行くんだと。たまにはね、先を行くっていうのでもいいと思います。他の人たちに道を譲って、どうぞどうぞっていう風にね、これまではやってきたかもしれないけれども、そこをね、あなたが今度は他の人たちをね、導けるぐらいのね、強さを持って動いていくといいのかなと。勇気をね、まず出していきましょう。きっとね、その周囲の人のその本音を話せるようなタイプの正直なね、人がいらっしゃるっていうことなので、そういった人を見習いながらね、自分ももっとね、自分自身に正直に生きていく。意志を強めていくっていうことをね、忘れないでほしいです。それでは最終結果ですね。愚者の正位置です。些細な出来事がきっかけで動く運命。自由気ままに動けるということで、やっとですね、ここで動きやすくなるという感じですね。最終結果っていうのはだいたい3ヶ月後ぐらいをですね、想定していただくといいかなと思います。そうですね。愚者っていうのがもともとね、崖の上から遠くを見ているような
ある意味向こう水ではあるんですけれども、それだけに勇気があるっていうことでもあるんですよね。なので活動的にもなれるし、新たなねものをいろいろとやっていける。で、吸収も早いっていうことでね、とてもあなた自身もここの動くっていう点ではですね、この3ヶ月後っていうのがですね、一番タイミング的にはですね、良さそうな感じです。ただ、先ほどお伝えしたようにですね、1ヶ月後、2ヶ月後、明日からとかでもね、もしも今まで私がお話ししたことで対策ができそうだなっていう気持ちがあればですね、早めに動いていって、自分自身でですね、うまくリスクをですね、しっかり埋めていきながら動いていくっていうのもいいと思うんですね。そこはですね、もうそれはあなた自身の考え方でいろいろとやっていただければと思うんですけれども、最終結果でですね、確実にあなた自身が動きやすくなるんですよっていうこと、そこはですね、覚えていてほしいですね。そう、あなたの運命っていうのはですね、本当に小さなこと、自分自身ではこんなことでっていうことかもしれないですね。そういったところであなたの今まで動かなかったものが動いていく、進んでいくっていう感じですね。で、自分のね、意思をですね、しっかりと表明しやすい。何も阻むものがない。あなたを止める周囲の人だとか、周囲のものだとかですね。そういったもの。いろんな要因もなくなって、あなたが進むためのハードルとかですね、障害物もなくなっていくと。そういった面でもですね、平坦な道って言ったらいいのかな。そう、安全な道を行けますよっていう風にね、考えてもらうといいと思います。リスクがね、あんまりなくなっていく。あなたに運気がね、寄っていくんですよっていう、ちゃんと開けていくというようなね、未来が見えてきます。では助言ですね。ワンドのナイトの逆位置です。慌てても疲れるだけのんびり行きましょうということでですね。これは今の占いの結果における助言っていうことですね。例えば、これからね、あなた自身が動きたいと思っていることあると思うんですけれども、それを動くのにね、少しでも早く動きたいとかそういうことってあると思うんですよね。もう自分自身がこれから未来どうなっていくか、まず今をどうにかしなければいけないとかね、そういうふうな焦燥感に駆られる、焦ってしまうっていうところがあるかもしれないんですが、そこを慌てて焦ってしまうと疲れて、あなた自身のポテンシャルを引き出すことができないっていうことですね。ゆっくりと考えながら進んでいく。のんびりで全然構わないんですよっていうことですね。それがあなた自身がその段階で動かなかったとしても、それで逃げてしまうわけではない。これからちゃんとあなたが動きやすい時が待ってますよっていうことですね。それはね、忘れないでほしいなと思います。ここがね、また未来、自分自身がちゃんといろいろと考えた上で動くっていうことでね、対策しながら動いていくと。そうするとまた新たに未来っていうのはね、違う方向に行くかもしれない。そういうところはあるんですけれども、現段階の私の方でですね、出てきた占いにおける助言っていうことで、こんな感じになったのかなと思いますね。結果的にね、3ヶ月後ぐらいにはあなた自身の環境としてとても動きやすいタイミングっていうのがね、現れるので、焦らなくて大丈夫ですということです。では、オラクルカードですね。郷愁とかノスタルジーとか言いますね。ここと今に焦点を当てましょうということでね、昔のことをですね、いろいろと考えてしまうことってあると思うんですよね。懐かしいな、いい思い出だったなっていう風にね、思う。それ自体は全然いいことだと思うんですよね。あの頃に戻りたいだとかね、そういうことを思う時もあるかもしれないんですけれども、もう時は進んでしまっている。だったら、もちろんね、いい思い出としてたまにね、振り返るのはいいと思うんですけれども、昔の思い出にすがりついてしまうと、それはね、前に進めないっていうことなので、
ここと今に焦点を当てるっていうこと、いつでもここ、今っていうのをね、焦点を当てていくことが大事なんですよっていうことですね。これから進んでいく上でね、今は自分はこういう時なんだな。じゃあこういう風にしようとかね。自分は今動きやすい時なんだからガンガン動いていこうとかね。そう。まず自分がその今の状況をちゃんと把握しておく。そこで動いていくと。もちろんね、今まで培ってきた経験っていうのがあるので、その経験を捨て去りなさいっていうことではないんですよね。あなたのその経験値っていうものは大事。それをちゃんとね、持っている上で、レベルが上がっている状況ではあると思うんですよね。過去からの経験だとかいろんなことで、そういったところから進んでいく今っていうことなので、もっともっとね、あなた自身が成長していけるし、動くのにもね、動きやすくなっていくっていうことだと思うので、そう、思い出を大事にするのと、思い出にしがみつくのは違うっていうことですね。そこを別に考えてもらって、それでちゃんと切り替えて今を動くっていう風にしてもらうといいと思います。そうですね。あなたの場合は、ちょっとね、期間がね、長くなるっていう、動けるまでに時間がかかるっていうことなので、どうしてもね、焦る気持ちもあるかもしれないんですけれども、焦る必要はない。その動きやすくなることで、あなたのやりたいことだとか、目標だとかにですね、近づいていく。スピードはね、速い。まさにね、遠回りして安全な道を行くって言ったらいいんですかね。そういう風に動いていくんだなっていう風に考えてもらえればと思います。で、それとは別に対策としていろいろと今までのその未来のお話をそれぞれさせていただいたので、そこをちゃんと自分がいろいろと活用しながら動いていけるというのであれば、それで動いていっても全然いいと思います。いくらでもね、カードは逆位置だったものが正位置にするっていうことはね、できますので、そう、切り開くのはあなた自身。ただ、最終結果で動けるっていうのは間違いないので、なので万が一自分自身がちょっと動けそうにないという、精神的にもとかね、なんだかこう勇気が出ないなって思った時、そういった時は3ヶ月後には必ず自分が動ける時があるんだなっていう風にね、思ってもらって、そこでね、しっかりとあなた自身の前を踏み出すっていう方向にね、行ってもらえればと思いますので、よろしければですね、こちらの方を参考にされながら動いてみてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方の動くべきタイミングですが、そのタイミングをですね、ちゃんと得ることによって、あなた自身が協力者を得ていく、かなり心強い味方ができるようなので、それによってね、動きやすくなっていくという感じですね。それではですね、タイミングなども合わせて1枚ずつご説明させていただきます。それでは、未来の明日からですね。ペンタクルの8の逆位置です。日々の生活に追われ続けている状況で、散漫で結果を残せないということで、今お忙しい感じですかね。そうなってくると忙しいのが続いていくということなので、明日からもしばらくはあなた自身が生活の方を優先するしかないというか、動きたいところに動くっていうのが難しいのかもしれないですね。そうですね。で、そうやって忙しい中で集中したくてもね、集中できないですよね。いろいろと考えたりとかあると思うんですけれども、どこか考えがね、しっかりと定まらない散漫ですよね。そうなってくると、もちろんね、動きにくいと思うんですよね。で、今はかなりね、いろいろと自分自身の出費というか、いろいろ出ていくものの方が多いのかもしれないですね。お金だけじゃなくって自分のその労力だとか、いろんなもの、とにかくあなた自身が自分のこと、したいこと、動きたいことっていうのに専念できるほどの余裕がなさそうなので、明日からっていうのはなかなか難しいのかもしれないですね。これはもう
時間というか、時期的なものとかなのかもしれないですけれども、そういった部分であなたがもうちょっとね期間を待つしかないのかなっていうところがあります。では1ヶ月後はどうなっていくのか。ペンタクルの4の正位置ですね。現状維持が続くということでですね、悪くはない。だけれども、現状維持っていうことなので、それ以上の進歩がないと言ったらね、いい意味ではそのまま安定していくということ。悪い意味では進歩がないということっていうふうに考えるといいのかなと思いますね。で、常にお金の心配が絶えないっていうことなので、ここはもう明確にお金の方の心配が出てくるということで、動くための出費以外にもいろいろと出費が重なってくることなのかなっていうとこですね。そうすると、自分自身の手元に残ってるお金がだんだん減っていくっていうのもあるので、あなた自身も不安な部分はあると思うんですよね。生活このまま大丈夫なのかなとかね、ちゃんとこれで安定した生活っていうのが送れるだろうかとか、いろいろと心配になってくると思うんですけれども、まずはその状況をなんとかやっていくしかない、やりくりしていくしかないのかなっていうところがありますね。でも、そうですね。不可抗力でお金がなくなっていくっていう可能性もあるんですけれども、できればね、あなた自身がもし何か出すようなものがあるんであれば、それをちょっと安くするだとかですね、そういう風にしてもらうといいのかなと思うんですが、私 VTuber やってるっていうのもあってですね、VTuber とかだとやはりですね、品質のいいもの、できればね高いものをいろいろ使うと、機材とかもね、そういった面でもどうしてもねレベルを上げた方がよりね綺麗にVTuber として動けるだとかですね、そういったところもあるので、そういったね VTuber 以外にも、普通に生活してても自分自身のその生活レベルだとか、何かこうクオリティを上げるだとか、そういったところでお金を使う必要があるとかね、もう本当にのっぴきならないこともあると思うのでね、そこはもうどうしようもないのかなとは思うのでね、もうここは必要経費だとね割り切るか、それかもしもちょっと我慢できるっていうんであれば、ちょっとでもね安いものを手に入れるお金の出入りだとかはね、少しでも出入りというか出る方ですよね、出る方が少なくなるように動いてもらうとかした方がいいのかなとは思いますね。どちらにしても動く分にはなかなかあなた自身が進むっていうところまではいけないのかなっていうところがあります。今の自分自身の生活を守るのに精一杯な時期っていうことみたいなので、そうなってくると、そうですね、あまりこう動きたいと思って動いたとしても無理が出ちゃうのかなっていうところはあります。では2ヶ月後はどうなのかというところですが、カップの2の正位置です。ここがあなた自身の動くタイミングとしてはとても良さそうな時期です。協力者を得ながら動いていきます。意思が明確になっていきますということなので、動く上でですね、あなた自身を助けてくれる味方っていうのが出てくるようなので、それでしっかりと相談したり助けてもらいながらですね、動きやすくなっていくのかなと思いますね。こちらのカップの2っていうのがですね、人とのつながりっていうものを最もね大きく、表しているカードさんではあるので、そのあたりでいろんな人と関わっていくっていう時期でもあるのかなっていう感じがしましたね。後ろにね虹が見えますけれども、まさにね虹のように雲と雲がつながって、あなたといろんな人たちがつながっていく。そしてそれで手を取り合いながらね協力していけるっていう時期なんだろうなと思いますね。で、自分自身の意思も明確になっていくということは、動きたいことっていうのは今実際あるとは思うんですけれども、それにおける何をするべきなのかっていうね、
何をしたいのかっていうのがですね、もっともっとはっきりとしてくるのかなっていう部分がありますね。はっきりしてくると、自分自身のそのやりたいことのために何をするべきなのかっていう部分も見えてくると思うので、それによってあなたのその動きやすさっていうのも段違いになってくる感じですね。ユニコーンさんがね、上の方向を向きながらね、これまるで頂上をね、目指しているような感じにも見えます。あなた自身が頂上を目指すためにね、これから歩んでいくのかなっていう予感がしますね。そう。だからこそ2ヶ月後にしっかりと計画を立てて動いていくと良さそうですし、で、万が一、あれ、これはどうなんだろうな、自分の中で疑問に思った時ですよね。動きたいと思ったことで何かしら不安に思った時、そういった時はしっかりと周囲の人たち、協力者の人たちに助けをね、得ながらね、動いていくといいと思います。そういった絆というか、ご縁っていうのがね、ちゃんとあるようなので、安心しながらね、動いていってほしいです。では、周囲の人、どんな人がいるのかですね。これからどんな人が出てくるのか。ペンタクルの6の逆位置ということで、こちらに出てきたのはマウントポジションを取ろうとする人っていうことなので、ちょっとね、あなたにとっては嫌だなって思う人かもしれないですね。未来におけるその2ヶ月後における協力者とはまた違うタイプの人がいらっしゃるみたいです。これを見る限りね、そのお金がポロポロと落ちてきてるのが、逆位置になってるっていうところで、いろいろとね、自分自身の方が上なんだっていうね、ところを誇示したい。誇示したいっていうことは、要するにそれだけ自分に自信がないっていうことの裏返しでもあるんですよね。その人自体が、マウントを取ることで自分のプライドをね、保っているっていう状況なので、あなた自身がその人に対して構う必要はないですし、その人のことをすごいねっていう風にね、褒めてあげる必要もないとは思うんですよね。もう、適当にですね、対応してあげるのでいいと思いますね。そういう人はね、どこにでもいらっしゃいますからね。誰よりも優位に立ちたいと思ってらっしゃる人。なんかね、何かしら自慢をしたいとかですね。自分さえ良ければそれでいいっていう気持ちの人っていうのはね、必ず、いろんな人間関係がある中でどうしても出てきますよね。そういう人のことはね、あなたにはちゃんと味方がいるっていうこと、そっちをですね、忘れないでほしいです。仮にこの人が何かしらしてきたとしても、はいはいっていう感じでね、適当にあしらうっていうところで全然いいと思います。この人のプライドが傷つこうがなんだろうがですね、あなた自身の人生において、やはりこの人と絡むっていう、この人に絡まれてるっていうところも時間の無駄になっちゃうっていうのはあるので、そうならないために、あなた自身がもう適当にあしらうしかないのかなって思います。しっかりね、その味方の人、協力者の人たちと仲良くしておく。しっかりね、周りの人たちを固めておくと、そのマウントを取りたがる人っていうのを近づきにくくなっていくとは思うんですよね。あなたが一人でいると、どうしてもね、近づきやすいとかそういう風になる。常に自分の周りに味方にいてもらう、協力者にいてもらうっていうね、状況を作っておくと、その人もね、次第に絡んでくることも少なくなってくるかなと思いますので、そういうね、対応をしていくのもいいと思います。では、障害ですね。こちらが助教項の正位置です。正解を求めすぎてしまうと、それが障害になってしまうっていうことなので、どうしてもね、自分が動くなら、せっかくならね、すぐに成功したいと思いますし、失敗できればしたくないですよね。自分自身の中で動いていくという中でね、どうしても、うまくいかなかったなっていうことっていうのは
出てくると思うんですよね。全部が全部順風満帆に行くっていうのは本当にいるのかどうなのかっていう、人間誰しもね幸せそうな人がいると思うんですけれども、あれはね幸せそうに見える人っていうのは実際幸せかどうかわからないけれども、もちろんね考え方ですごくものすごくポジティブで何でもかんでも明るい方向に考えられる人もいるので、そういう人はとてもね幸せな気持ちになりやすいっていうのはあるかもしれないんですけれども、でもねそうは言ってもそれぞれにいろんな試練があるし課題も出てくると思うんですよね。そうだから誰しも必ず失敗はするっていう風にね思ってもらったらと思います。なのであなただってずっとね成功し続けるか正解し続けることができるかっていうとね、なかなかねそうはいかないこともあると思うので、そうもう絶対失敗できないっていう風にね自分を追い詰める必要はないと思うんです。絶対にこれは正解を求めてもう最短ルートで行かなきゃいけないとかね、そういう風に自分をねプレッシャーかけてしまうとすごく苦しくなってしまう。それで結果的にその理想と現実のギャップに自分が苦しんでしまうっていうところが出てしまうかもしれないので、それをね障害にしないためにも必ず誰しも失敗はする。正解をずっとね当ててる人なんてなかなかいるわけではないというふうに思っていただいて、だから自分も失敗もしてもいいし正解にすぐにたどり着けなくても大丈夫だというふうにね思っていただければなと思います。では最終結果ですね、こちらはですね一応3ヶ月後ぐらいを想定していただいたらと思います。ペンタクルのページの逆位置ですね。経験不足を実感する時です。時間を無駄に費やしてしまうかもしれないということで、これねあなた自身もしかしたらがっかりしちゃうかもしれない、この言葉を聞くとね。ただ2ヶ月後にしっかり動いてるからこそ最終結果3ヶ月後にいろんなね課題が見えてくる。まさに正解を求めすぎてしまうとここが自分自身がっかりしちゃうっていうことになるんですけれども、ここでちゃんと経験不足を実感する。それは自分が何が足りないのか、課題は何なのかっていうのをちゃんと確認できる時っていう風に考え方をね変えてもらうといいと思います。それによってもっとね動きやすさっていうのは変わってくると思いますね。そうですね。だからその中で自分自身が変に焦ってしまったりとか、なんとか最短ルートで行こうとすると逆に時間を無駄に費やしてしまう可能性があるので、しっかりとこの3ヶ月後の時に自分自身の足りないところだとかやっていかなきゃいけないことっていうのをあぶり出しておいて、それに対する対応、自分の工夫とかね、そういった部分をちゃんとやっていく。それによって時間は無駄にしないっていう風に対策ができるっていうことだと思うので、このペンタクルのページって学びのカードでもあるので、あなた自身がこれまでにその動いてきたことで得たこと、学んできたことっていうのをしっかりとあなた自身の中に力にしていくっていう風にね動いてもらえれば、これがね逆位置から正位置になってもっともっとねあなたの能力っていうのは発揮できていくと思いますので、よろしければね自分のその悪い結果なんじゃないかっていうふうに思わずに、3ヶ月後にはちゃんと課題が出てくる。自分のそのこれからのもっと先の未来のためにこういったやらなきゃいけないことがあるんだなっていう風にね自覚ができる時なんだっていう風にね思っていただいたらと思います。それでは助言ですね。ソードの2の正位置です。慌てて結論を出さないでくださいということでね、そうですね、これもね障害に関係する助言になるかなと思います。正解を求めすぎて急ぎすぎてしまう。そうすると自分がもっとやれるはずなのにあなた自身もっとできると思うんです。でもそこで自分自身がすぐにもうダメだっていう風にね結論を出しちゃうと、それによってせっかく進めるものも進めなくなっちゃうのでね、
慌てないっていうことをまずね、意識してください。このカードさんを見てもわかるように月が出てて、それをね、ユニコーンさん、水面にある月をね、なんだかゆったりとして見てる感じ。そう。まだね、水面の方に目を寄せてて、本当の月に目がいってないっていう状況ですよね。これからちゃんと本物の月、本物のあなた自身のその目的のために動けるっていうところで、結論として出ていくのはもっと先、あなたが背中を向けて今度月と対峙するとき、向かって見つめるときっていうのがね、必ず現れる。必ずその時がやってくるので、慌てないで、ちょっとね、落ち着いて、ゆっくり考えてもらって大丈夫ですということですね。そう、自分に時間がないっていうふうにね、思わなくて大丈夫ですよ。まだまだ先はあるというふうにね、思ってください。そして、オラクルカードですね。こちらがプリンセスです。あなたはあなた自身の騎士になることができますということでね。こちらね、プリンセスということは、お姫様っていうことですよね。これはね、私の中では概念と思いますので、性別は関係なくということでね、思っていただければと思います。プリンセスでありながら、ナイトにもなれると、自分自身が戦うことができる、守ることができる、それでいて華々しいあなた自身の活躍っていうのがね、ちゃんといろんな人に見てもらえるっていうところ。そうですね。プリンセスでもあり、騎士でもある、ナイトでもあるということで、あなたのその自分自身で何でもできる力はあるんだよっていうことね。そこは大事にしてもらえればと思います。なんだかね、かっこいいですよね。プリンセスで、ナイトで、自分で何でもできる力がある、動く、行動力ですよね、あなたの場合はね。行動力がしっかりあるということで、そう、動くとき、タイミングさえ来れば、ちゃんとね、あなた自身は、そう、強い意志を持って動いていけるんですよっていうことですね。そうですね。あなたの場合は、2ヶ月後が一番ね、最も動きやすいっていうことですので、その時期をですね、だいたいこれぐらいかなっていうふうにね、思いながらね、進んでいってほしいなと思うんですけれども、その後もですね、ちゃんと自分の中の洗い出しっていうのができる。動いたことで何ができなかったのかっていうところをね、しっかりと自分自身で自覚することができるので、ということはもっとですね、成長していけるし、動いていく上でね、あなたのレベルっていうのはね、もっともっと上がっていく、能力っていうのが増えていくっていうことですね。経験値も増えていくし、ということでね、決してね、最終結果の3ヶ月後をね、あなた自身が嫌な結果だと思わずに、前向きに考えてもらう。それによって、もっともっとあなたのポテンシャルっていうのがですね、引き出されていくと思います。よろしければですね、焦らずに動いてもらったらと思いますので、こちらの方参考にしながらですね、進んでいってください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の動くべきタイミングですが、動くことによってあなた自身が一気に嬉しい展開を迎えると。それ自体に追い風が吹き始めるということでですね、すごくやりやすくなっていくのではないかなと思います。それではですね、タイミングも含めて1枚ずつお話しさせていただきます。それでは明日から動く場合ですね、星の逆位置です。見通しが立たない、理想と現実のギャップに直面するということでですね、明日から動くとなると時期尚早な部分があるのかもしれないですね。大きなカードですよね。星のカードっていうのもね。なので明日から動くっていうのは得策ではないのかなっていうところがあります。もしも動いたとしても結局自分自身のその進むべき道っていうのがですね、明確にならないっていうところがあるようなので、そうなってくると途中で迷ってしまうのかなっていうところもあると思いますし、で、あなた自身が理想としていること、
そこになかなか行き着くことができない。実際にはここまでしか行かない。そのギャップがですね、自分自身で受け入れるにはかなり大きなものになっていくのかなと思いますので、そうならないためにまだね、小休止っていう形で今は動かずに通常の生活を続けていただくっていうのがいいのかなと思います。では1ヶ月後ですね、こちらがどうなっていくのか。世界の逆位置ですね。こちらも大きなカードになりますね。目標をはるかに下回る結果です。もういいやと投げやりな心境になるということでですね、ここもまだですね、あなた自身が動くには納得のいく結果にならないっていう部分なのかなっていうとこですね。そう。本来であればうまくね、やっていけるはず、世界なので、何もかもがうまくいくっていうようなカードさんになるんですけれども、それが逆になってしまっているということが、もう少し待ちなさいっていうことなのかなっていう感じが感じられますね。で、あなた自身が目標がどうしてもね、自分自身の思うまでのレベルに至らないっていうところで投げやりになってしまうかもっていうことでね、そうなると今後動いていった時にあなた自身がもう諦めてしまうっていうことにつながりやすくなってしまうっていうことですよね。で、諦めてしまうだとか、もうどんな風になってもいいやっていう風になっちゃうので、自分自身の本来であればもっと行きつけるところまであるはずなんですよね。そういった部分までも、届かなくって、で、それで終わってしまうっていう風になっちゃうと、あなた自身も納得がいかないと思うんですよね。不満足な結果になってしまうし、で、未来の中で自分自身のこれからの明るい未来っていうのもね、なかなか見えてこなくなっちゃうのかなっていうところがあるので、それだったら、1ヶ月後もですね、とりあえずは休止の時間ということでね、考えていただいたらと思います。では2ヶ月後の未来がどうなっていくのかが、ワンドの8の正位置ですね。嬉しい展開を迎えます。一気にことが進んでいきます。追い風が吹き始めますということで、このワンドの8のカードっていうのはですね、とにかくスピード感がある、勢いがあるカードさんなんですよね。これまでなんだか結果としてね、振るわないようなものになっておりましたので、動きたくても動けないっていう部分があったと思うんですけれども、2ヶ月後のその動きっていうのは、自分自身が一歩歩を進めれば、そこからはもう自分自身のその追い風とともに動いていけるっていうところがあるので、結果を得るのも早いと思いますし、で、成果もね、にもつながっていく、あなたの能力もどんどんと上がっていくという感じでね、その2ヶ月後の段階であなたが得るものがものすごく多いのではないかなっていう感じがしますね。ここまで我慢してきた分ね、一気に放出されていくのかなっていう感じです。あなたのエネルギーがですね、溢れ出てね、そして能力っていうのがしっかり発揮されていく。で、あなたの動きっていうのも、動きやすくなっていくし、なんだったら自分が動くっていうよりはもう勝手に動いていくみたいな、自分のそのやりたいこととか、目指していることに向かって、あれよあれよとね、トントン拍子に進んでいく、周囲の環境とかもね、整えられていくっていう可能性も高いですね。これが本当にあっという間にあなたのもとにいろんなことがね、良いことが舞い込んでくるっていうイメージを持っていただければと思います。では、あなたの周りにどんな人がいらっしゃるのか。周囲ですね。カップの2の逆位置です。意見がぶつかる人、気が合わない関係ということで、なんでしょうね。意見がぶつかるっていうことは、お互いに譲り合えない部分があるっていうことですよね。そこはね、あえて、時にね、ぶつかったとして、
あなた自身が納得できないのであれば、そこをね、譲歩する必要はないし、向こうだって多分ね、自分の意見を曲げるってなかなかしないんじゃないかなとは思うので、もうそこはね、自分自身の気持ちに素直になって意見を言い合うっていうのでいいと思います。で、気が合わないっていうところがあるので、もう気の合わない人とはですね、できることなら交流しないのが一番いいのかなとは思います。どうしても人間関係うまくいかない人っていうのは出てきます。みんながみんな仲良くできるかって言ったら難しい。そう、10人中ね、9人がたとえあなたのことを大好きだと思ってても、一人の人はね、そうじゃないっていうことは、必ずある。だから、その人にまで気を張ってしまってどうしたらいいだろうっていうふうにね、思い悩む必要はないのかなとは思います。必要なことだけね、話してもらって、それ以外のことはね、もう自分の気が合う人とか仲良くできそうだなっていう人とね、話していけばいいと思うので、その人とはね、別に仲良くしていく必要はないのではないかなと思います。そう、無理にね、仲良くすると、あなた自身もですし、多分向こうも気が合わないと思ってるから、お互いストレスになると思うので、そこはね、もう別に義務じゃないし、仲良くなるっていうのはね。だからそこは、あなた自身が無理だなと思ったら、そっとね、距離を少しでもね、離していくっていう風にしていただければなと思います。では、障害のカードですね。死神の逆位置です。踏み切る勇気が足りないということでね。これは、最も動く時に大事っていうのはあるんですよね。だから大体ね、占いで見ていただいたと思うので、あなた自身がこの時期だったら動きやすいんだなっていうのは分かってきたと思うので、そこで動けばいいと思います。そう、自分自身が動けるところで動く。踏み切る勇気が足りないっていうのは、結局うまくいかないんじゃないかっていう不安とかね、心配とかが先に立ってしまうから、どうしても踏み切れないっていうところがあると思うんですけれども、今回ね、ちゃんと分かってきた部分があるので、そこを把握した上で動くならね、少しは気持ちも違うと思うのでね、そう、まずは2ヶ月後に動くんだっていう風にね、目標にしてもらうといいと思います。それによってね、こちらのカードさんも障害にはならなくなっていくと思いますね。では最終結果ですね。こちらはだいたい3ヶ月後ぐらいを想定していただくといいです。助教皇の逆位置ですね。冷静さを失い取り乱す出来事があるようです。ストレスが溜まる状況っていうことでですね。動いた後にいろいろとストレスが溜まってしまうことがあるっていうことなので、そこはね、少し心配ではあるんですけれども、そこはもう無理はしないっていう風にしていただいていいと思います。自分自身がどうしてもね、心が乱れてしまうっていう時っていうのはあると思うので、そこに、いや、今動いてるんだからもっと進めなきゃっていう風にしなくてもいいと思うんですよね。一時休憩の期間だなと思って、一旦休憩してもらって、じゃあそれを過ぎたら大丈夫そうだなと思ったらまた改めて再開していくっていうのでもいいですし、もしかしたら2ヶ月後のその時にものすごくね、物事が一気に進む感じだったので、もうその段階であなたのもとにね、最終的なもの、自分が本当に得たいなって思ってることっていうのが全部手に入ってる状況かもしれないので、そうなったら、その最終結果の時っていうのは、もしかしたらその疲れもあるのかもしれないのでね、その疲れを癒すためにあまり無理はしないっていう風にね、動いてもらうといいと思います。もしくはまだ途中の状況だったとしても、一旦休んでもらって、自分のその活動とか動きたいことだとかはね、今はそう中途半端だと思ってしまうかもしれないんですけれども、そこを無理する必要はないかなと思います。ゆっくりでいいので、また再開できるかなって時に再開していったらいいです。あなたの場合ね、結構重要な部分というか逆位置で大アルカナが結構出てるっていうことは、その部分っていうのはあなた自身にとってちゃんと
気をつけた方がいいよっていうところなのかなっていう感じがしますので、最終結果の部分でもね、儒教皇の逆位置であるかなっていうことですので、そこはね、もう無理はしないっていう風にね、考えてほしいですね。それでは助言ですね。ペンタクルの8の正位置ですね。目標に向けてまっしぐらなのはもちろん大事なことなんですけれども、独学ではなくて正しい知識を学ぶっていうことはね、忘れないでください。それぞれのね、動き出したいことっていうのがあると思うんですけれども、それぞれの知識だとかそういったところが必要な部分もあると思うんですよね。で、その知識が本当にちゃんとね、した知識なのか、自分自身の独学だけではどうしてもね、つまずいてしまう部分が出てくるっていうのもあると思うので、だったらちゃんと学んでから動いてもらうっていうのもね、大事かなと思います。そうですね。それこそ最終結果の3ヶ月後のところがいろいろと落ち着いて動いてもらうべき時なのかなと思うので、そういった時に勉強の時間、学ぶ時間っていうところを作るのは大事かなと思います。そうですね。自分の動くべき時、これは学ぶって言っても、本当に勉強っていう人もいらっしゃると思いますし、そうじゃなくって情報を得ていくっていうのもある意味学ぶっていうこと、知識を得ていくっていうことだと思うので、その自分の動くもののために正しい知識を得ていくっていうことは必要だと思います。ただね、今なかなか正しい知識を得るっていう機会って難しいとは思うんですけれども、インターネットもね、結構お金を出している企業さんとかが上位に検索しても上がりやすいっていうところが出てるので、それでその企業さんが本当に真っ当なところなのかっていうのも難しい。情報とかもね、ちゃんと情報を与えてくれる記事を見ても、それが本当にあなたにとって大事な情報なのかもわからないし、そうですね。なかなかね、インターネットだけで済ませようとすると難しいのかもしれないので、インターネットだけじゃなくって本だとかを調べるだとかですね、人から自分よりも経験値の高い人に聞いてみるだとかですね、相談してみるだとか、そういった部分も必要だと思いますし、とにかく自分一人で頑張ってあれもこれも全部やらなければいけないっていう感じにならないようにするのが大事かなと思いますね。学ぶっていうのがね、いろんな意味合いがあると思うんですけれども、そういうふうにね、自分自身が成長するために勉強する、情報を得る、相談するとかね、そういうふうに考えてもらうといいと思います。では、オラクルカードですね。こちらが図書館ですね。自分自身の物語をコントロールしましょうということで、あなた自身の物語っていうのは、あなたがコントロールできるんですよね。もちろんね、時にはどうしても抗えない運命っていうのもあるかもしれない。周囲の人たちに振り回されて、いつの間にか自分の人生じゃないような気がしてくるっていうことがあるかもしれないんですけれども、でも自分の物語は自分が主役です。そこは忘れないでください。どんなに振り回されたとしても、誰かの意見に踊らされ続けないで、自分の意見を持ってもらったらと思いますね。自分自身の物語はコントロールできるということは、つまり今まで見てきた未来のところからね、いくらでも自分自身で動いて、対策もできたりとかね、自分のやれることっていうのをですね、どんどんやっていけると思いますので、決してね、自分自身の未来をね、狭めてしまう必要はないです。2ヶ月後にね、あなた自身の最もね、いい時期っていうのが来るのは間違いないんですけれども、あなた自身の良い未来っていうのが2ヶ月後には来るかもしれないんですけれども、でもそれだけじゃなくって、自分のできることをね、やっていく。それによって、またね、物語っていうのはね、もっともっと良い方向に行く。本の中の
世界っていうのはね、実際はね書いてある通りに動いちゃうとは思うんですけれども、自分の物語ですからね、今から書いたり消したりいろいろと修正したりとかできたりするから、これからね動いていくためにあなた自身がどうやっていくかっていうのはね、あなた次第っていうところがあるので、自分の物語はね自分で大事にしてほしいなと思います。そうですね、2ヶ月後にはね、あなた自身の嬉しい展開、動くべき時っていうのがね訪れるっていうことで、まずはそこは安心なんですけれども、その後ね、あなた自身のストレスの部分っていうのは心配なので、そこはもう絶対に無理はしない。自分ができる範囲で動いていくっていうのでいいと思いますし、もう完全に休んでしまうっていうのでもいいと思います。休止してまたそこから再開していくっていう風にねしていっていいと思いますので、そうね、自分自身の物語はね自分の好きなようにできますから、あなた自身がこう思ったっていう強い意志があるのであればね、そのようにね動いていってもらえれば、もっともっとね未来っていうのはあなたにより良い方向にね、導いてくれると思いますので、よろしければですねこちらの方を参考にされながら動いてみてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。